さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋王座指しました対局の解説編をお届けいたします。今回の戦型がですね、嬉野流でございます。と言ってもですね、私が採用したわけではなくてですね、私が矢倉模様に持っていこうとした時にですね、相手の方が嬉野流を採用してまして、この嬉野流なんですけれどもね、非常に人気がありますね。嬉野流という作戦があることは知っていたんですけれども、想像以上ですね。想像以上に人気がありますね。将棋教室ね、私担当させてもらってるとこあるんですけれども、そこに来ているね生徒のお子さんも嬉野流が好きということなのでね、毎回私が指す場合は対嬉野流なんでね、1回ぐらいね私も嬉野流をねちょっと使ってみたいなとね最近思ってきている今日この頃でございます。今回はね対嬉野流ということなんですけれども、嬉野流のね狙いも含めて改めてね解説していきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね早速やっていきたいと思います。本局ね私の先手番でスタートしました。7六歩8四歩、これでね私は飛車を振らずに6八銀とね、飛車を振ることもできたんですけど、6八銀となって矢倉をやろうかなというスタートでございます。相手もね8四歩なので居飛車系の将棋なんですけれども、6八銀に対して6二銀で5六歩とついて5四歩ですね。何気ない序盤ですけど、一つの違和感としましては3四歩とね早めに突く方が多いですよね。3四歩に対して7七銀と上がれば矢倉のね、この後7八金と上がって矢倉の形になっていくんですけれども、本局は3四歩を使わずに5四歩ということでね、後からでもね全然同じ形になることはあるんですけど、ちょっとねその辺りが一つポイントですね。で5四歩に対して4八銀、ここでね8五歩とついてきました。7七角と上がって6六歩から6七銀7八金と上がれば雁木の形でございます。私は7七銀と上がってね矢倉の形に組みました。でそれに対してね4二銀と上がって、これでいよいよちょっとね様子がおかしいというかね、3四歩とつけば繰り返しなんですけど元の形に戻るんですけどね、3四歩7八金と上がれば戻るんですが、4二銀がちょっとさすがにちょっと様子がおかしいかなと感じですね。でこれが嬉野流の骨格となる手で、左の銀ですよね。これがすごくね特徴の一つですよね。本来居飛車の将棋ですとね、飛車側の銀、要するに右の銀ですよね。右の銀、私で言えば4八の銀、後手で言えば6二の銀ですね。この銀が攻め駒になることが多いんですけれども、嬉野流に関して言うとこの左の銀がね、この銀が攻めのキーポイントになってくるんですよね。もちろん状況に応じてさらに右の銀2枚の銀がね、攻めに加わるということで、かなり攻撃的なね作戦になっております。で4二銀に対して7八金で5三銀左とねいうどんどんね銀がなんていうんですかね、角側にプレッシャーをかけてくるんですよね。で2六歩、そうですね、私の方はここまでは矢倉のね形でいろいろな指し手があるところです。矢倉本矢倉と言われるねがっちりとした囲いを目指すなら金を上がって歩をついて6七金右という、形をねありまして、これも一局ではあるんですね。こう指し方もあるんですが、問題なのはねやはり相手の形ですよね。相手の形の違和感に気づければね、銀が進出してきてますから、これ場合によってはね早く攻めてくる、もっと言うと嬉野流だなと思えれば一番いいんでしょうけれども、攻めてこられそうだなっていう意識があった上で、駒組みを進めるのか、本局ね私はちょっと攻めてこられそうなんで先手番なのでね、少し反撃の味も見せたいというかね、攻めを見せることで相手の攻めをね牽制する、いわゆる、攻めるは守るなりみたいなねところですよね。2六とついて矢倉はね一応最小限にしといて、少しね反撃を見せるような手ですね。で2六に3二金、2五歩とね、もちろんこれだけで角の頭をね破れるわけではないですが、いつでも2四歩とねついてね飛車を活用することができます。で7四歩、7九角ときました。角を引いてね2六歩2五歩から7九角というのは、本局のねこの後の進行に見られるようにね、角をここにいますとねどうしてもこの銀が出てきてますんで、角の頭を、こういうようなイメージでね狙ってきそうなイメージなんですよね。ですので狙われてる角を一足を先にね脱出させてね、状況に応じてこちらに出て逆に攻めの牽制にね使っていこうという、考え方ですね。この角引きでは例えばもう繰り返しですけど玉金でも普通なんですけど、この2手をやってしまうとね
玉金というのは立派な手なんですけれども、例えば銀歩の2手と変わった時に玉金銀歩の2手と変わった時にやはりこう角の脱出がね少し遅れてしまうというのがね、一つちょっと気になるところですね。できればねもちろん玉葉的にはなってね矢倉に組みたいんですが、相手は攻めてきそうなので7九角を急いだということですね。はい。で7九角に対してね早速来ましたね。この7五歩、これ非常に積極的な手ですね。ただちょっと紙一重ですね。紙一重というのはちょっと無理筋と紙一重ですね。というのもこう2二の角がねまだ援護をしてないんですよね。将棋では攻めは飛車角銀桂と呼ばれているんですけれども、飛車角銀までいけばねいいんですけど、これ飛車銀の部分的に飛車銀だけの攻めになってるんで、少し軽い攻めなんですよね。じっくりした攻め方といえば例えばこういう形ですよね。こうなっていると非常にしっかりした飛車銀角がねこういってね、この攻めは無理攻めとは到底ならないんですけれども、まだ角が出ない段階でね7五歩というのは非常にこう積極的、狙いとしましてはもちろん先手は同歩なんですけど、同歩と取らせて銀を出ることで、非常にスピード感のねある攻めではあるんですけどね。ただこうやはり飛車と銀ね部分的にはそうなんですけど、局面全体を見た時にやはりまだ2二の角が動いてないというのがちょっと心配なところですね。で私はここで2四歩とついていきました。同歩同角ですね。受けに回って指すんであれば6六銀のような手も考えられましたね。こう上がることで銀には銀、ちょっと守りの銀ですけどね出ていってこの銀対応しちゃうよという手もあったところです。2四歩はやや積極的な受け方で同歩同角とね私の方もこう攻めてる感じですね。で2三歩に4六角とね、さりげないところですけどね2四歩とついていることでこう手順にね角が下がれてます。ここで4六角と上がるよりねすぐここで4六角より2四歩同歩同角2三歩4六角、これ細かいですけどねぜひ覚えてほしいですね。こうやることでこの歩がこう手順に持ち駒に乗るというねマジックのや手順なんですけど、これぜひね皆さん応用していただくといいと思います。こう角を引きましてでここに角が来ると7五銀には飛車を取ってしまえばねいいので、はいで4六角でして5五歩とね止めてきましたね。やはり角が鬱陶しいということでね、はいで5五歩に同歩と取りました。で7五銀と、将棋は難しいですね。普通こう7五銀までねこう出るとここだけねこうなんですか、ここだけ切り取ってここの部分だけ見ると、素晴らしいこう斜め棒銀のね理想形ですよって感じなんですけれども、全体でねやはり将棋を勝負するとここで5四歩と伸ばされてねこの手は結構厳しいですよね。やはり王様の真上にこう自然にこう歩がねもう歩を取りながらですけど進んでいってるので、やはり角の利きがね強力なんですよね。でこれですね7三歩と受けたんですよね相手の方の構想としましてはね、ちょっとこうマイナス面はあるんだけれどもこの飛車と銀の形が理想形なので、そこでね取り返していけばという考え方ですけれどもね、私の方は逆に、ここは多少痛みますけれどもこの5四の歩がね非常に大きいだろうという対局観で指しております。で7三歩に対して5七銀と、これ7三歩ちょっと回数前後しますけどね、こう銀が下がっちゃうと何やってるかわからないですし、歩を突くとねこう銀が動いた瞬間に出られちゃう格好なので、といって銀上がりますと歩成られてねひどいことになりますし、7三桂でも歩を成られてね同銀なら角成られて大失敗、7四歩と打つ手もありますしね、ちょっと崩壊なのでちょっと苦しいですけどね7三歩と受けたと。で5七銀と上がりました。この手もねぜひ覚えてほしいですね。繰り返しなんですけど盤面全体を動かす意識でね、飛車を横利きを通しながらこうね銀をこの銀に迎撃していくということでね、盤上この一手といいぐらいね言ってもいいぐらい味のいい手ですね。はい。で5七銀に対して3四歩とね、やはり角を使わないとねいかんせん攻撃できないということでついてきました。3四歩に対して6六銀と、これもね自画自賛じゃないですか、味のいい手でしてね、こう繰り返しなんですけど相手の方はこう理想形を作ってるんですけど、この銀と変えられるとね相手としても相手の方後手としてもつまらないんですよね。一生懸命こう銀出てきて守りの銀と変えるはずが途中から割り込んできた攻めの銀と例えば交換になってしまうと、歩でも銀でもいいんですけどこうなってしまうとね、なんていうかこう理想は守りの銀と変わるはずだったのに気づいたら守りの銀が威張ってるという感じになって、この中央のねちょっと俗に言うちょっと表現としてあれかもしれないですけど借金と言われるようなねこう中央のマイナスだけ残るような感じになってしまいます。ですので6六銀に対して相手の方は8六歩とね
勝負に来ました。これはこうやりたいですよね、気持ちとしてはね。やはりこう繰り返しですけど銀交換じゃつまんないということでね、同歩同銀となれば棒銀がね決まる形なんですが、ここで私はね7五銀とね、もう勝負にね、私の方としても強気に勝負に出ました。見逃せないのがね、この銀が移動していったことですよね。ここにもし銀がいるとかってした場合はこう歩なられちゃうとね、こう大変なことになっちゃうんですよね。こう薄くて壁ですからね。この銀がここまで行ってますから、本局ね8七こう7五銀にもちろん8七歩成となられて、部分的にはねこう棒銀炸裂の形なんですが、8三歩と反撃していきまして、これね、同飛車ですと8四歩と打つことで、止まるんですよね。ここで飛車が逃げれば8七金で、銀得だけ残りますから、相手の方はね8三歩に対して7八とね、勝負に来ました。で私8二歩成と、飛車を取りまして、で相手の方は7七とと、こう金銀をね相手の方も取ってね、ここは破られた格好なんですが、王様がねこちら側が広いですよね。なので、現状ね持ち駒のこうワン損得でいくと飛車と金の交換なんですけれども、飛車と金の交換はやはり飛車の方が得ですし、ここで私の手番というのがね大きかったですね。7七とに対して、2四歩とね、ここでちょっと盤面を広くね見て指したいところですね。桂香を拾う手も立派なんですが、立派な手なんですが、やはりねこう例えば9一と香を取った後に、じゃあ取った香をねどこに使おうかっていう有効なね、使い道を考えた上でこう取るのはいいんですけど、なんとなくこう駒が取れるからって取ってしまうと、いざ取った香がこうなんですかね、駒台に乗った後に、全く使われずにこうねどこでも使わずに終わっちゃうってことがあると思うんですよね。取った香を例えばどっか使いたい、例えばここに打ちたいとかね、そういう狙いを持って取るのはいいんですけれども、ぼんやり取ってしまうとね、特にもうこれ局面が終盤になっていますから、一手の緩みというのがね形勢の良し悪しにね関わってくるので、ここはね、もちろん桂香を取るのは立派な手なんですけど、取る場合にはね次の狙いをね意識した手を考えた方がいいですね。でこれ2四歩というのは、飛車と角を使ってね一気に決着をつけてしまおうという手で、この手が結果的に勝因というかね決め手につながっていきましたね。これ2三歩成となられてしまうと大変ですので同歩と取ったんですが、同角と、これがね王手になるんですよね。王手にでかつこう2三歩と受ける手が間に合わないんですね。王手で飛び出してるんで、この王手に対応した瞬間は飛車がこう直通するよというね、見た目以上に厳しい手です。本局ここで5二玉と上がったんですが、王手を受ける手、例えば3三銀のような手もあるんですけど、この手にはもう思い切って同角成と取ってしまって、同金ですと角を取ってしまえば、飛車で角を取ってしまえばね先手の王様から詰みません。で同角も2一飛車成がね破られてしまうので、同桂と取るんですけれども、この時にねもう2一飛車と打ってしまってね一気に寄せれそうですね。またこれも王手ですので、3一金打と受けてくたらこう2二飛車成とね、2二飛車いきなりですね、2二飛車行くなりね、これがすごい手で、怖いようでもこちらこう逃げていけば詰みませんし、これは同金と取れば3一飛車成となれば、一気に詰み形ですね。はいですので2四角という王手に対してね、相手の方は5二玉とね、王様をかわして受けて、これでね持てばよかったんですけどね、次の手が本当の意味の決め手ですかね。4二飛車と打ちまして、この手でね相手の方の、投了となりました。一気に2四歩からあっという間の投了に思われるかもしれませんが、この王手でね、もちろん同金と取るよりないんですが、同角成と強襲しまして、同玉にこのね自陣にいる飛車がドカンと飛び込みまして、これに対してもね合駒するしかないんですけれども、これね一間竜と呼ばれる詰み形ですね。3一銀あるいは3一角でもいいですね。打ちまして王様がどこに逃げても4二金と打って同金同竜までということでね、多少合駒のね違いはあれど、この同じようなね同様な筋で即詰みとなることで相手の方の投了となりました。はい、皆さんいかがだったでしょうか。どうですかね、嬉野流のメリットの部分と、デメリット、非常にちょっとリスクを抱えている部分、両方をねこう大盤でね
見てねお伝えできたんではないかなと思います。筆代流のいいところといえば積極的にね後手番でも先手番でも、先手番でも筆代流ってのは使える作戦だと思うんですけれども、本局のように後手番であっても、ある程度のね構成を取れる、攻めの形を作れるというのが、魅力の一つかなとは思うんですよね。逆にやはりデメリットと言いますとね、その構成を取るために、ある程度犠牲にしなければいけない守りの部分ですね。そういった部分で攻め足が止まったりとかですね、先手側に適切に反撃された時の、粘りが効きにくいというね、やはり陣形に厚みがないというんですかね、そういった部分がデメリットになりますよね。本局もそういったところで、嬉野流の出足をうまく封じられたことでね、その後の反撃が決まりまして、私の勝利となりました。この動画良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。